MS06 系ザッキャノンユニコーンバージョン。ザク 2J 型をベースにバックパックに 180mm キャノン砲を装備した機体。ジオン公国軍の地球降下作戦に際し、より機動性の高い対空防御手段として考案された。当初はザク2にオプションとして対空砲を換装する予定で開発が進められていたが、重量バランスなどの問題を解決することができず、また対モビルスーツ専用の火器として満足のいく装備ではなかったため、順延されていた計画の内容は途中変更を経て地上専用の中距離支援型へと生まれ変わった。これはモビルスーツ兵器主体による戦力の拡大における対空防御から、地球連邦軍のガンキャノン出現による大幅な主要目的の変更を余儀なくされたためでもある。機動戦士ガンダムユニコーンではトリントン基地襲撃の際に残党軍の一般機として登場した。皆さんお疲れ様です。どうもとってもお久しぶりのプラシキです。今回は機動戦士ガンダムユニコーンに登場したザクキャノンユニコーンカラーバージョンを作っていきたいと思います。2013年11月発売、プレミアムバンダイ限定で販売価格は4950円となっています。いやー、9月はちょっと忙しくて全然動画の更新ができなかったんですが、10月はぼちぼちとまた更新をしていきたいと思っています。今回こちらザッキャノンどのような感じになっているか楽しみに作っていきたいと思います。それでは早速内容物をチェックしていきましょう。内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ。ランナー数はこのような感じの数となっていますね。マスターグレードらしいランナーの数と言えるでしょうか。さあ、どのような感じのランナーなんでしょうか。まずこちら、ザクキャノンのランナーになってますね。こちらもザクキャノンのランナー。そしてこちらがザクバージョン 2.0 のランナーですね。同じようなランナーになってます。そしてこちらがザクキャノンのランナー。こちら ABS 素材のザクキャノンのランナー。こちらはザクバージョン 2.0 のランナーとなっていますね。こちらも ABS 素材となっています。こちらもそれぞれザクバージョン 2.0 のランナー。そしてこちらはザクキャノンのランナーにザクバージョン 2.0 と。そしてこちらザクキャノンのランナーですね。結構なんかザクキャノンとザクバージョン 2.0 のランナーが組み合わさってるような感じで同じランナーが入っていますね。そしてポリキャップはこちら PC200。そしてこのようにバネが含まれていました。そしてこちらがデカール。そしてマーキングシール。説明書を見ていきたいと思います。説明書はザクキャノンの説明書ですね。カラーと白黒のサッシタイプの説明書となっています。マスターグレードらしく中の説明結構充実していますね。工程数多いように見えるんですが、そこまで多くはなく、作る工程としては数はそんなにありませんでした。このような感じの説明書ですね。カラーリング少し変わってますね。そしてこちらがプレ版のザクキャノンユニコーンバージョンの説明書。結構同じパーツが多く、余剰パーツが出ますね。このピンク色の部分が使わないパーツとなっていました。カラーリング、そして裏面にはユニコーンバージョンのポージングなどが書いているような感じですね。ザクキャノンの方はあまり余剰パーツは出ないようになっていました。このような感じの余剰パーツとなっています。さあ、まず内部フレームを組んでみたんですが、このような感じとなっていました。結構全体的にずんぐりしてるというか、どっしりしてるというか、いうような感じの内部フレームの作りとなっていました。このような感じの内部フレームをそれぞれ各パーツ見ていきたいと思います。さあ、それでは胴体部パーツ見ていきたいと思います。ほぼほぼメインは ABS での素材となっていますね。ところどころポリキャップも使われているんですが、この腹部なんかはこのように稼働するようにできていました。この付け根の部分もスライドのギミックが搭載をされていました。そしてこの後ろのつまみを動かすと、全部のこのコックピットが動きますね。さあ、そして外装フレーム取り付けてみたんですが、このような感じの胴体部となっています。合わせ目なんかはもう出ないような作りになっていましたね。こんな感じで動力パイプはそれぞれ別のパーツとなっています。しっかりした作りになっているんじゃないでしょうか。このような感じの胴体部でした。そしてこちらがバックパック。こちらはもう一体成形のシンプルなものの内部パーツですね。そして外装パーツをつけるとこのような感じの作りになりました。この辺り、右側の突起の部分にはキャノン砲がつくようになっています。
こんな感じのバックパックでしたね。さあ続いて頭部の内部フレーム見ていきたいと思います。このような感じの内部フレームとなっていました。この首の部分を動かすと物合いが連動して動くような感じになっていますね。いいですね、この連動ギミック。そして物合いはシールとなっているんですが、少しシワが寄るので塗った方がいいのかなという感じがしました。そして外装パーツ取り付けるとこのような感じ。しっかりとクリアパーツの中に物合いが収まるような形となっていますね。合わせ目なんかも出ない作りとなっていました。こんな感じで内部が動くのがいいですね。そして頭部アンテナはこのようにラビットタイプに差し替えて再現することができるようになっていました。こちらもかっこいいですね。続いてワン部パーツ見ていきたいと思います。このような感じのワン部パーツの内部フレームとなっていました。結構可動域なんかはこの上腕部、そしてこの肘部分も結構可動域広く作られていますね。シンプルな内部フレームなんですが、このような感じの作りとなっていまして、マニピュレーターはそれぞれが独立して動くような形。親指だけは関節部分は動かないような形となっていました。付け根だけですね、動くのが。このようなワン部パーツの構成になっています。そして外装パーツ取り付けた右腕がこのような感じとなっていますね。右腕にはシールドがつくような作りとなっています。合わせ目はこのように上腕部と前腕部出るようになっていますね。こんな感じとなっています。はめ合わせのためしょうがないですかね、この辺りは。シールドはこのように稼働するギミックが搭載をされていました。シールドなんかもこのようにラインがしっかりと色分けをされています。そして肘は外装パーツつけてもこのように曲がるようになっていましたね。そして左腕はこのように肩アーマー、ニードル部分の肩アーマーが付属しているという感じになっていますね。このような感じで肩アーマー部分も動くようなギミックが搭載をされていました。基本的な作りは左右一緒になっているんですが、肩アーマーの部分が違うような感じですね。ニードルもそれぞれ別パーツとなっています。合わせ目は肩アーマー出ないようにできていました。このような感じの右腕となっていました。そして脚部の内部フレームがこのような感じとなっています。結構細かい作りで、膝部分も可動域結構広めですね。こんな感じの動きになっています。そしてこの足部分のシリンダーなんかもマスターグレードらしいこのように動くギミックが搭載をされているといった形の内部フレームとなっています。結構可動域もある程度確保されているといった感じでしょうか。外装パーツ取り付けた脚部がこのような感じとなっています。結構ダクトの部分なんかもこの内部が見えてていい感じに色分けされているんじゃないでしょうか。つま先はこんな感じで前方が独立して動くようになっています。かかと部分は動かないですね。シリンダーギミックなんかもこんな感じで見えるようになっていました。そして可動域はこんな感じで前後に少し動きます。左右も外装パーツつけても動きますね。この辺りのダクトの部分いいですね。パーツは結構分割されていて、合わせ目というような感じというか、はめ合わせ跡みたいなのが出るような感じとなっています。この膝部分のパーツなんかもしっかりできていますね。この位置にバネの動力パイプの部分がバネパーツを使われた感じとなっています。太もも部分も前後、はめ合わせの外装パーツのため合わせ目が出るような形となっていました。動力パイプはそれぞれが個別のパーツとなっていて、中にバネがこのように入っているような状態となっていました。続いて腰部パーツの内部フレームがこのような感じの作りとなっています。すべてリアとサイドは動きますね。可動域設けられています。こんな感じの内部フレームとなっていますね。こんな感じで前後に動くようなギミックも搭載をされています。外装パーツを取り付けた腰部がこちら。このフロントのスカートは稼働するようにできていました。ボールジョイントになっていますね。サイドなんかもこのように外装パーツを取り付けて動くような感じのギミックとなっています。こんな感じですね。一応根元も動くようにはなっています。そしてこの位置のパーツもスライドで動くように可動域が設けられていました。このような感じの腰部パーツですね。結構シンプルではありますが、前後にも動きます。最後にパーツや武装類見ていきたいと思います。こちらバックパック部分ですね。この 180mm キャノン砲はこのような作りとなっていて、稼働するギミックも設けられていました。結構一体成形のパーツが使われているため、合わせ目は目立たないような形となっていますね。少し引けは入っていましたが、こんな感じの作りとなっています。
こんな感じで弾が充填されているところが再現されているのもマスターグレードらしいですね。開けてみるとこのような感じになっていました。そしてこちらおなじみのザクバズーカとなっています。こちらも一体成形パーツが多いので合わせ目が出るような感じではありませんでしたね。よく見るザクバズーカとなっています。こんな感じの作りですね。この位置は動かないです。取っ手の部分はこのように動く可動域が設けられていました。スコープ部分も動きますね。このようにクリアパーツがはめ込まれていて蓋をすることも可能となっていました。そしてこちらがザクマシンガンとなっています。こちらも一体成形パーツが多く、合わせ目は、はめ合わせの合わせ目は出ないような感じとなっています。この握り手はこのように稼働する可動域が設けられていましたね。そしてこのスコープの位置も稼働するようにできていました。そしてこちらのマガジンの部分ですかね。この位置は取り外しができて、この部分をリアスカートの方に取り付けるようにできています。そしてこちらもおなじみのヒートホークですね。この刃の部分は色分けされていないので塗装が必要かと思います。このようにサイドスカートに取り付けることも可能となっていました。そしてこちらがザクキャノンの特徴的なビッグガンですね。このような感じの作りとなっていて、このビッグガンの部分は稼働するようにできています。ポリキャップでのジョイントとなっていました。この握り手部分も稼働します。左右に開くことも可能となっていますね。このような感じの作り。取り外すとボールジョイントでの接続となっていました。そしてこちらもマガジンの中には弾が入っているような再現がされています。この辺りもマスターグレードらしいですね。そしてビッグガンはこの根元の部分が上に稼働するようにできていたので、このような形を取ることも可能です。取るかはわからないんですが。余剰パーツはこれだけ余りましたね。ノーマルカラー版も組めそうな感じがしましたが、どうなんでしょうか。さあ、それでは全てのパーツが揃ったので、取り付けと可動域などを見ていきたいと思います。まず脚部は軸でのジョイントとなるんですが、ここ結構硬かったですね。ただその分しっかりと保持力がありました。そして両足をつけた下半身がこのような感じの作りとなっていますね。結構どっしりとした下半身となっているんじゃないでしょうか。このように膝部分もしっかりと曲げることができます。動力パイプもバネでできているのでかなり動きますね。左右にはかなり可動域広めに取られている感じになっています。前後に関してもこのくらいまでは足を広げることが可能となっていますね。そして太ももの付け根の部分はこのように稼働するようにできていました。続いて上半身、ポリキャップでのボールジョイントとなっています。ここも結構保持力高めでしたね。両手をつけた状態がこのような感じの上半身となっています。この腕部の可動域かなり広めで、このシールドを少し動かしてやれば水平より上に上がるぐらいまで可動域があります。そして腕部の付け根の部分がスライドの引き出しのギミックがあるので、この前に出す動作がかなりクロスできるぐらいまで可動域広めとなっていました。こんな感じになっています。そして頭部はボールジョイントでのポリキャップ接続となっています。このような感じの頭部。頭部少し大きい気がするのは気のせいかな、これは。可動域は左右と上下少しだけですが可動域がありますね。しっかりこのように頭部をつけて動かしても物合いがこのように連動して動くような感じとなっています。いいですね。そしてこのバックパックのキャノン砲がついた部分を取り付けをします。ここはシンプルな取り付け方法ですね。そしてバックパックのこの位置にはビッグガンを接続するようにできていました。こんな感じでシンプルに接続をすることができます。そして胸部コックピット部分はスライドさせることでこのように内部を見ることが可能となっていました。さあ、それでは上半身と下半身をボールジョイントでドッキングしたいと思います。この辺りも結構接合しっかりしてますね。このように胴体は左右へ少し、前後へ結構大きめの可動域となっていました。さあ、ザッキャノンユニコーンバージョン完成しました。色味比べてみると、オリジナルに比べるとこんな感じの色味になっているので、少し渋めの色合いになっているのかなという印象を受けました。さあ、それでは完成です。さあ、ザクキャノンユニコーンバージョン完成しましたが、この見た目皆さんはどういう印象を持たれるでしょうか。結構色分けなんかは細かくされているんじゃないかなとは思うんですが、どうでしょう。この外装パーツなんかも結構シンプルですよね。
ディテールなんかもそこまで細かく入っているわけではないんですが、全体としてシンプルにまとまっているんではないでしょうか。そしてこれ内部フレームももちろんあるんですが、結構全体的にどっしりと持つと重たいんですよね。それも相まってなんかザクキャノンいいなっていう感じになりました。それでは少しポージング見ていきたいと思います。このビッグガン両手にこのような感じで持たせることが可能となっていますね。この武器結構かっこいい感じに仕上がっているんじゃないでしょうか。ある程度可動域なんかもあるし、しっかりと保持されているので結構いろんなポーズを取ることができるようになっていましたね。そしてこちらがザクバズーカ、両手持ちすることもちろん可能となっています。可動域が広いのでできるゲートですね。そしてザクマシンガンがこのような感じ、結構重火器モリモリっていう感じがいいですね。そしてこちらがおなじみのヒートフォークとなっています。こんな感じで握り手持つことが可能となっていますね。ダボがついてるんで結構保持はしっかりとしていました。ザクマシンガンも同じくですね。さあ皆さんはこのザクキャノンユニコーンバージョンの素組み立て見ていただいてどのような感じの印象を持たれたでしょうか。全体的にどっしりとしてかっこいいキットになっているんじゃないかなと思いました。それではエンディング。今回マスターグレード100分の1ザクキャノンユニコーンバージョンを素組みした感想ですが、全体的にがっちりとしていて迫力ある機体がよく再現できているなといった印象でした。最近のスタイリッシュな足が長くてスタイルがいいモビルスーツではなく、このような少しどっしりとしたモビルスーツもいいですよね。作りに関しても合わせ目などはそこまで目立たず、色分けもされているので素組みでも仕上がりは良好かと思います。可動域もある程度確保されており、腕部に関してはかなりの可動域を誇っています。足部分の設置性はものすごくいいわけではありませんが、最低限ポージングなどは苦になりませんでした。武器も充実していますし、各関節の保持力などもしっかりしていて、ガシガシ遊んでも面白いキットかなと思います。ウェザリング加工なんかも似合いそうですよね。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。